広島は使い一多文化の風が流れる街カラフルタウン廿日市。はい、始まりました、カラフルタウン廿日市。この番組は日本一の移民の街から世界一の移民共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と、はい、多言語相談員ハグマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で50回目の記念となりました。霧のいい時です。すごいですね。50回もね、続いたとはですね。素敵なゲストも、はい、はい。それではですね、まずはですね、前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい、今回のですねスタジオゲストはですね、協同組合未来の劉清園さんにお越しいただいております。軽く自己紹介お願いします。協同組合未来の劉と申します。廿日市在住歴14年、中国の四川省から参りました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すごいね、いろんなことをねお聞きしたいと思いますが、後半にねしっかり、聞いていきたいと思います。ちなみに、栗林さん、四川省に行かれたことは？行きましたね。20数年前でした。20数年前、とっても印象に残ってる素晴らしい。私もね実は20数年前に北京に留学してたんですけど、四川省までなかなかね行けずにですね、はい、でもまだ中国語は少し喋れますしね、はい、ぜひね中国私も好きな国ですので、あとですねその協同組合なかなかね他の方々ね、あまり日本人にはね、馴染みがないっていう思うんですけれど、これからすごくね大切な、仕事ですのでですね、はい、ゆっくりね話してもらいたいと思います。それではですね、まずですね、多文化共生についてのですね、このコーナーですね、まずは、この多文化共生という曲を聴いてもらいたいと思います。廿日市国策の共栄、廿日市でに争しえしょ。ですね、ちょっともう一度、多文化共生のね曲をですね、はい、多文化共生のね曲ね、実はね私が作ったんですけどねすごいはい、多文化共生とはですちょっと曲が出ないみたいなんですけどね、多文化共生ね、マルチカルチャリズムっていうね、ことなんですけれど、はい、これからね本当キーワードとしてね重要な、はい、曲をお願いします。出ましたね。壁でなく豊かさとして捉える社会、文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いてゆくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。
はい、多文化共生マルチカルチャラリズムっていう曲を聴いてもらいました。この中ではですね、リュウさんどうですか、この曲。とても素晴らしかったです。はい、キーワードがありましてね、違いを豊かさとして捉える社会ということでですね、リュウさんもいろんな外国の方とですね、やっぱ日本人のこのね、コーディネーターとかされてると思うんですけれど、やはりこの多文化共生、多文化をこうお互いに理解し合うとですね。でやっぱり実習生の方もね、さまざまなスキルとかね、特技文化背景持ってますので、それをね、豊かさとしてね、活用できるようなというところで、そこはねみんな同じ考えかなと思っております。はい、ではですね、まずですね、多文化共生コーナーでは多文化共生や在住外国人に関わる、気になった新聞記事などを紹介します。今日ですね紹介したい記事はこれですね。ハワイの中高生姉妹都市廿日市でもみじまんじゅう手焼き体験ということで、栗林さんもリュウさんももみじまんじゅう作るとかやったことあります？いや私はね、ないですね。ぜひね、月宮島に行ったらですねやってください。私もね実習生とか一緒にね行ったことがあるんですけど、すごいね楽しいですよ。はい、では記事を読んでいきたいと思います。広島県廿日市市と姉妹都市提携する米国ハワイ州ハワイ郡の中高生が6月13日同市を訪れた。宮島でもみじまんじゅうの手焼き体験などを楽しんだ。コナワイナ中学とコナワイナ高校の13歳から18歳の生徒13人が市役所を訪問後、広島経済大学のハワイ交流プログラムに参加する学生の案内で宮島を散策した。宮島伝統工芸館では山田屋の従業員の手ほどきでもみじまんじゅうの手焼きに挑戦。チョコとあんこ入りを焼いた。焼きたてを頬張ったマラ・バグゾさん14歳は親切に教えてもらえ上手にできた。日本的な甘さがとてもいいと喜んだ。杓子に鹿や鳥居の焼き印を入れる体験も楽しんだ。道中の異文化交流プログラムの一環、生徒たちはホストファミリーの家に泊まり16日まで広島県に滞在するということでした。この記事ではね、なんか結構楽しくもみじまんじゅう焼いたりとかね、宮島を散策してる、写真がありますので、こちら SNS YouTube の方にアップしておきますが、はい、すごくねいいこれ活動だと思うんですね。やっぱり中学生高校生のねハワイの子どもたちとかねやっぱり交流する同じ大学生とかでね学生と交流するっていうのがすごくねいい刺激になるんですね。でホームステイとかね、なかなかね留学生の人も言われるんですけど、日本人の家ってなかなかねこうね招いて泊まるっていう体験がねなかなかできなくてですね、やっぱりホテルとかに観光客とかもね研修に来た人もホテルとかね研修センター泊まるんですけど、やっぱり一番このホームステイで日本人の家に泊まって同じご飯を食べてっていうのねで畳で寝てっていうね、そういう経験がねやっぱり皆さん廿日市国際交流協会もですね8月にピースツアーっていうホームステイをやるんですけど、やはりみんなね仲良くなってねもう家族同然になるっていうね、はいなります。なので本当にねこういうね観光だけではなくてねさまざまな交流する体験とかってやってもらったらいいと思いますね。はい。はい。ということでですね、次はですね、次のコーナー、廿日市国際交流協会から行きたいと思います。次のコーナーは、ニュースレター廿日市ブロッサムということで、このコーナーでは廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報などをお伝えいたします。はい、でこちらの方もですね、また写真があるんですが、YouTube の方アーカイブ見てもらったらと思います。はい、リュウさん、廿日市ブロッサムってどっかで廿日市国際交流協会があるんですけれど、はい、これはですね公民館とかに置いてありますので、ぜひね、見てもらったらと思います。でですね、それでは記事を読んでいきたいと思います。まず廿日市ブロッサムの7月号の表紙の記事ですね。国際理解講座おうちでハラル、5月24日土曜日
座学と試食を組み合わせたおうちでハラル講座を廿日市市民活動センターで開催しました。ピースツアーでホストファミリーを引き受けるときにハラルフードという聞き慣れない言葉に直面したとき、これから異文化対応で困らないようにと企画した講座です。講師は料理人で元 JICA 海外協力隊、そして昨年ムスリム学生を2人受け入れたホストファミリーのハグマ、私ですね、はい、私のことです。はい、はい、でハラルって何？ムスリムの方を受け入れるときに大切なことは、料理は何を作ったらよいの？ハラルフードはどこで買うの？礼拝の対応は？など一つずつ解説いたしました。そしてハラルレシピが載っているサイトや中国地方のハラル店舗が掲載されたムスリムフレンドリーのサイトを解説、これから役立つ知識も満載でしたということでですね、ムスリム、リュウさん、インドネシアの方とかとも、実習生の方ともはい、増えてますよね、今。そうですね、うん最近は人気がありますね。そしたらハラルとかムスリムの方とかハラルフードっていうことは、インドネシアのことですね。ね、はい、インドネシアの皆さんは、宗教はとてもそうですね、大事にされますよね。大事にしてますね。そうなんですよ。実は観光客だけではなくてですね、インドネシアの方もたくさん増えておりますので、はい、これからはね、日本の方もね、やっぱりハラル、ムスリムフードとかですね、ムスリムの人と関わる、特に宮島でもですね、やっぱり増えておりますので、対応がね、必要ですね、これ。ところがですね、ハラルって聞くと、みんなやっぱり日本人もあんまりこうね、対応したことがないし、ハラルフードわからないとかですね、ちょっとやっぱり誤解があったりとか難しいっていうのがありますので、私がねこの講習会で教えたのは、お伝えしたのは、そんなに難しいもんじゃないですよって、豚肉をね、ちょっと抜くとか、アルコールを使わないとか、あとはですね、もう本人に聞いてみて、お祈りも誤解するっていう人もいますし、しないっていう人もいますし、それほどそのアルコールに関しても他の人が飲んでるのは気にしないですよとかね、豚肉もね入ってなかったら大丈夫ですよって、人によっても国によっても別々ですので、これはムスリムとかハラルフードに限らずですね、他の宗教でもね、まずは本人に聞いて、どこまで気にするの、何したらいいかっていうのね、やっぱり聞くことですよね。実習生でもね、本当に研修生でも一人一人がなんか考え方が違ったりするので、日本人でもそうですよね。もういろんな人、いろんな考えの人がいますので、やっぱりそれぞれにね、これ嫌なことは何ですかとか、このね、なんか配慮必要ですかとかね、そういうことをね聞くのが大事っていうね、そういうことをお話しさせてもらいました。はい、はい、ということでね、次のですね、記事はですね、この、はい、ブロッサムの、特集コーナー、活動紹介コーナー2ページになります。こちらですね、活動紹介、浴衣で10日さん祭りに行こう、着付けヘアセット支援ということで、6月6日金曜日、広島工業大学総学堂で着付けボランティア4人が大活躍されました。その日は夏の始まりを告げる10日さん大祭の初日、広島工業大学に短期留学中の中国人とアメリカ人の学生7名、日本人学生ボランティア7名と素敵な浴衣姿になりました。およそ1時間半で手際よく14名の着付けとヘアセットを整え、みんなを笑顔にしてくださいました。その技術は素晴らしいものでしたということです。これ写真にですね、これもYouTube にアップしておきますが、留学生の方々ね、着付けをして着物を着てますね。やっぱり写真でこうね、着物ってすごくね晴れやかですよね。そうですね。でいろんな国籍の人が、そしてその着付けが終わりまして、この広島工業大学の中にこのお茶室とか庭園があるらしくてですね、そこでお茶体験をしたというですね、いいですね。はい、リュウさんお茶、日本茶とか作法とかなんかやったことありますか？体験したこと。体験したことはありますね。
あれずっと正座したら足が痛くなりますよね。痛いです。日本人でもねあんまり、私もね1回か2回ぐらいしかやったことないんですけれど、あんまりなかなかやらないんでね、作法とかよくわからないんですけれど、すごくねいい体験になりますよね。そうですね。やっぱりこういうね着付けとかね日本的なものをねこうやって体験する。でそれをね着付けボランティアをやって、でその後ねやっぱり学生同士でこの東華さんっていうお祭りに行って、みんなで楽しんだということです。はい。あとですね、夏なんですけれど、廿日市国際交流協会でも実習生のベトナム人とかですね、実習生やALT の先生たちを着付けして、それでそのまま廿日市のね小学校の盆踊りに参加して一緒に踊ったりとかして、着物を着てとかステージに立って自己紹介したりとかですね、そういう地域と一緒になるっていうねこうイベントも去年ありまして、それもすごいね良かったですね。やっぱりね多文化共生っていうところから、まず顔を知ってもらうとか、地域の人にねまず知ってもらうっていう、ということでですね、とてもああいうイベントも良かったです。はい。はい。それではですね、もう一つのですね、はい、お知らせがあります。はい、仕事のための日本語の紹介をいたします。こちらですね、7月の28日まで募集が延期されました。これはですね、ハローワークで申し込みしまして、JICE というところが機関がねやってるんですけれど、仕事のために使うですね、日本語をですね3ヶ月間みっちり月水金とねやってくれるという、しかも18時から21時3時間みっちり勉強できるという、これ本当にねしかも仕事を探している、ハローワークで仕事を休職中の方でしたら、テキストもね無料らしいので、すごくいいですよね。勉強したいって、私も受けたいぐらいJR の駅のね前のビッグカメラの建物ですからね。ですね。5階ですのでね、便利ですよ。まだ募集、それで延長してもう少し募集、レベルチェックテストはあるんですけれど、で基本的に初心者のクラスから始めるということでですね、ひらがなカタカナですから、ぜひリュウさんもお知り合いの中国の方とかでしっかりね日本語を勉強したいとかね、本当に廿日市では日本語の会話クラスとかはたくさんあるんですけど、やっぱりこれぐらい集中して勉強しないと、なかなかね言葉って身につかないですよね。そうですね。私も中国に留学してた時ですね、中国の毎日、宿題も含めて10時間ぐらい勉強してましたね。毎日です。それぐらいして半年かかってやっとね話せるようになったっていうね、やっぱり語学っていうのはね、特に日本語難しいですからね、やっぱり集中してね。リュウさんもかなり日本語は勉強しました。されたんですね。はい、難しいです。ですね。はい。はい、なかなかね一つの語学勉強しようと思うとね、それなりに時間とねやっぱりお金も時間もかかりますし、はい、でも語学って一生ものになりますよね、本当にね。そうですね。はい。ということになりました。こちらですね、さまざまなね、情報をはい、廿日市ブロッサムですね。見ていただけたらと思います。公民館とかですね、こちらの、廿日市の FM の、入り口の情報コーナーにも置いておりますので、ぜひぜひね見ていただけたらと思います。はい。それではですね、次なんですけれど、入る前にですね一つですね、またオリジナル曲ですね、私が作ったんですけどイベント用に作った曲なんですけれど、広島の心というですね曲をですね聴いていただけたらと思います。お願いします。広島の心届け世界へ、朝焼けの空に響く鐘の音、たくさんの想いが風に乗ってゆく、遠い日の記憶胸に刻
島の心届け世界へ Spirit of 広島 Deliver to the world 涙の先に明日が見える祈るだけじゃない作り出す未来私たちの手で伝えてゆくよ折り鶴の群れが空を舞うように世界中の声が一つになる場所傷ついた歴史忘れないために希望の光灯し続けよう広島の心届け世界へ Spirit of 広島 Deliver to the world 涙の先に明日が見える祈るだけじゃない作り出す未来私たちの手で伝えてゆくよ時を超えて受け継いだ想い子供たちへと届けよう誰もが笑えるその日まで広島の心届け世界へ Spirit of 広島 Deliver to the world 涙の先に明日が見える祈るだけじゃない作り出す未来私たちの手で伝えてゆくよはい、ありがとうございました。オリジナルソング広島の心を聞いてもらいました。これね、広島の心ってね、栗林さんちょっとこの説明してこれね、もらって本当被爆者の人たちがこう広島の旧日本銀行広島支店のところを借りてですね、毎年やっておられるんです。もう39回になったかな。本当に素晴らしいですよ。で、佐藤さんが代表なんですけどね、佐藤さんもあなたの歌を聞いてね、感動してましたよ。本当にね、はい、いや、よかったよかった。ね、展示会の時もね、流してましたね、動画でですね。私の方はね、そこへね、被爆の実相の写真とかね、そういうのもやりましたし、いろいろウクライナとかね、ミャンマーの被災ですね、そういうような写真も展示させてもらいました。そして証言、被爆証言もねさせてもらって、それから歌詞をね、プロの歌詞も読んで歌っていただいたり、ね、しまして、盛り上げましたね。これをねやって、今度8月には今度県民文化センターの方でね、やっぱり被爆、戦争と被爆展に続けていこうと思っています。あとこちらの広島の心ですね、スピリット・オブ・広島、ね、この8号ももうすぐ完成、ね、できると思います、ね。はい、配布されますよ。はい、あれも楽しみにしています。非常にね、すごい写真がいろんな広島の活動ですね。しかも英語もこうね、載ってるというね、本当に広島の心っていうのを、届け広島っていう、届け世界へっていうことで、世界にねこう発信しようというね。活動だと思います。私これがね本当嬉しい。やっぱりね、広島の人何も言わないのかと。私広島、日本京都の人間だからね、60年本当に何か物足りなかったけどね、やっぱり市民がこれを続けてきたということをね知りましたね。はい、参加させてもらって本当に光栄ですよ。でね、この写真とか、こういう冊子とか、音楽とか、ビデオとかね、さまざまな方法でね、いろんな伝える手段はあるのでね、本当にこの届け世界へっていうね、私もね協力できたらと思ってます。はい、それでは私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けした内容を含め、毎月発行する、開放誌ブロッサム廿日市は、ここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてあります。どうぞお手に取って、ご覧ください。
最後にお伝えした内容の申し込みや問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話0829200116、火曜日から土曜日9時から17時となっております。どうぞお問い合わせや皆様のねイベント参加を、ぜひお待ちしております。私もおりますのでいつでも訪ねてください。はい、それではね最後のコーナーとなりました。The Music from Around the World ということで、曲を紹介しておりますが、今回もですね、国際交流協会30周年記念10月5日にあるんですが、そのためのテーマソングですね、作っております。でそのですね、その曲もですね廿日市のホームページなどから聴けるんですが、ここでですね聞いてもらいたいと思います。当日ね30周年ね、ぜひぜひね皆さんねいらしてください。外国の方とかですね、いろんなお料理とかですね、ゲームやったりとかですね、昔の写真30周年なのでね、さまざまな写真が昔の写真がありますので、昔の会員の方もですね、昔から栗林さんなんか昔から関わって30年関わってねいただいたんですけれど、ユウさんなんかも本当にねお友達連れてね、中国ね水餃子、あるんですね。うちの相談員がね中国人の人がですね水餃子作ったりとかしますのでね、遊びに来てもらったと思います。人気ですあれね。ねやっぱりねなんかやっぱり国際交流協会らしいね、イベントというと音楽があって、このねテーマソングかけたりとかですね、あとはゲームしたりとかですね、料理したりとかですね、さまざまな、国の人たちと交流しながら。というわけで、最後の曲になりました、廿日市国際交流協会記念ソング、聴いてもらったらと思います。廿日市四国際交流協会、廿日市インターナショナルアソシエーション、桜の花のように咲き誇れ、国際交流で一つになる、世界の仲間とブロッサム。遠い国から届いた手紙、優しい気持ちが心に灯る、一緒に笑い一緒に学ぶ、多文化の花が街に咲く、夢を語り合い歩いていこう、未来へ続く希望の道を、廿日市四国際交流協会、の仲間とブロッサム。春の光がみんなを照らす、違いを超えて一つになれる、心のブロッサム、今ここに咲く、廿日市四国際交流協会。